皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、韓国で多くの人々がデマやフェイクニュースに騙されて、日本の新型コロナの被害は全てが隠蔽されているなどという話を信じている。そんな話を少し取り上げていこうと思います。私はここ最近の動画において、韓国の新型コロナの被害が今まさに最悪の状態を更新し続けていることを皆さんにお伝えしてきました。これは韓国における様々な要因が重なったものです。例えば、韓国においてはワクチンをなかなか手に入れることができないような状態でしたから、各国のワクチンをかなり混ぜ込んだ形で使用しました。その中においても国民の3割程度が使ったと言われているアストラゼネカのワクチンについては、残念ながら現在のところ、ファイザーやモデルナよりも約2倍ぐらいの勢いで感染予防効果が薄れてしまうということが知られています。また、公式な情報では全くないのですが、巷では韓国においてはワクチンの接種回数を上げるために生理食塩水を混ぜすぎたんじゃないかなんていう話や、もしくは温度管理を全く失敗していて効果のないものを打ち込んでいたのではないか、そういった疑惑なども持たれています。なお、この点について言えば、あくまでもこれは公式情報ではありませんのでお気をつけください。とはいえ、そのような状態ですから、韓国の人々は今まさに日本と韓国を比べる癖というものが悪い方向に出ています。韓国においてどのようなフェイクニュースなどが出回っているのか、記事を見ていきましょう。日本はコロナ感染者を隠蔽している。韓国で見られるフェイクニュース。日本の新型コロナウイルス新規感染者数は2021年秋から感染者数が急減し、12月に入っても1日100人前後と低い水準となった。一方、韓国は同じ時期に1日7000人前後の新規感染者を出している。そんな韓国では日本のコロナ対策に関するフェイクニュースが多く出回っているようだ。中国メディアはこのほど、韓国では日本は意図的に感染者を隠しているなどのフェイクニュースが広がっていると紹介する記事を掲載した。こうしたフェイクニュースは韓国政府の防疫システムを支持する人たちを中心に大きな反響と拡散が見られ、韓国の貿易の障害となっているという。記事によると、日本は第5波のピーク時に陽性者数が1日2万5000人以上に達したが、その後は激減した。そのため韓国では、日本政府は感染者数を減らすために PCR 検査費用を値上げしたとのフェイクニュースが流れたそうだ。検査費用が高いので検査する人が減り、その結果として感染者数も減ったとの主張のようだ。韓国内ではこのフェイクニュースに同調する意見が多く、世界が認めた韓国政府の防疫より日本の新規感染者数が少ないのはおかしい。他の国と違って韓国政府だけは全てを公にしている。韓国こそ本当に安全などの主張が見られると記事は伝えた。韓国としては経営貿易の成功を自画自賛していただけに、日本で感染者数が減っている時に韓国では高止まりしているという現実がなかなか受け入れられず、フェイクニュースが拡散しているのかもしれない。中国でも日本の新規感染者数の激減が注目されているが、ロックダウンなど強制的な措置を行っていないことから、日本は何もせぬままコロナに打ち勝ったなどといった論調も見られる。韓国でなぜこのようなフェイクニュースが多くの人々の信じるところになったかといえば、それは現実があまりにも過酷だからです。現在の新型コロナの感染状況を見ていきましょう。韓国コロナ重篤患者906人、死亡94人で歴代最多更新。新規感染者は5567人。韓国ではウィズコロナへの転換後に新型コロナが急速に拡大し、14日1日あたりの死亡者が100人に迫るほどの事態となっている。重篤患者も初めて900人を超えた。対策本部はこの日、死亡者が94人増えた累積4387人になったと明らかにした。1日あたりの死亡者の統計を前日と比べると54人増えた。直前の最多を記録した80人を3日ぶりに更新した。重篤患者は906人で、前日に比べると30人増えて初めて900人台を記録した。重篤患者数は8日から6日連続で800人台を推移していた。この数値というのは非常に重要で、1日あたり亡くなった人数が100人に迫る状態にあるにもかかわらず、
重篤患者数がずっと同じ水準にあるということは、亡くなる人が出てもその亡くなる人と同数のレベルで重篤患者が次々と発生していることを意味しています。一方、新規感染者数は5567人で前日に比べて250人減った。通常週始めには週末休日の検査件数減少の影響を受けて新規感染者数が少なく現れ、週半ばの水曜日ぐらいから再び増加する様相が繰り返されてきた。だが週始めの減少傾向を考慮しても新規感染者数が依然と5000人台を記録していて、先週月曜日の感染者4954人と比較しても613人多い。さて、韓国では日本では PCR 検査がもう全然やられていないんだから、それで感染者が見つかっていないだけだというようなフェイクニュースが出回っています。では実際のところ PCR 検査人数がどのような推移になっているか、最近の状況も見ていきましょう。このグラフは PCR の検査人数の推移を示したものです。平日での検査件数というものはおおむね5万人台、そしてお休みに入ったら検査件数が激減するという形になっています。しかし検査そのものを全くやっていないかのような話というのは全くの嘘であることが分かります。またそもそも論として感染者数のその確認作業といったものがたとえできていなかったとしても、現実問題感染症として拡散している状態であれば重症者数がどんどんと上がっていくという現実に突き当たるはずです。しかし現実は全くそのようなことにはなっていません。現在の重症者数は27人に過ぎません。そのため日本全体で考えた場合において新型コロナ対策病床の使用率は現在のところ 1% まで下がっています。日本国内のニュースでは連日のように今日の新規感染者数の確認数は何人でしたよということを報道しているわけですが、その水準というのは非常に低い水準へと落ち着いている状態で、実際問題ベッドも多くが空いているような状況になっています。このことから隠蔽など全く行われていないことは明らかでしょう。韓国においてはこの経貿易といったものが優れているんだといったことを言っているのは一体誰なのかといえば、それは韓国の大統領ムン・ジェイン大統領です。ムン・ジェイン大統領は韓国における貿易体制は世界へと見本になるようなものだと主張しており、そのことを信じている人たちというのも一応います。何しろムン・ジェイン大統領の支持率は現在もなお 40% をキープしていると一応は言われていますから、ムン・ジェイン大統領が韓国国内の感染症対策がうまくいっているんだといえば、それを信じる人というのも少なからずいるということです。実際韓国において世論調査をした場合、韓国政府の新型コロナへの対策がうまくやっているかどうかといった質問に対しては4割程度の人たちが韓国政府はうまくやっていると答えるのだそうです。この数値というのはそれこそムン・ジェイン大統領の支持率とかなり符合したものであり、経貿易が優れているんだと盲信する人たちがそれなりいるんだなということを数値として示しています。ですがそれはあくまでも幻想に過ぎません。連日韓国においては状況が悪化していることを伝えるニュースというものが続いています。決して状況が改善したよなどというニュースは流れていません。ですから現実問題として韓国における被害というものは欧米各国に比べてもはるかに悪い状態になっています。つい先日の動画においても私はイギリスと比べた場合において致死率が4倍にも達していることをお伝えしました。これは医療体制が全く追いついておらず、治療の手を差し伸べる前に手の施しようがない状態まで悪化している人たちがたくさんいることを示しています。そして韓国の人たちにしてみれば感染症対策は世界に誇れるようなものだということを一応は思っていますから、そのような中でお隣の国日本が韓国とは全く異なる様相になっていることに納得できない人たちがいるわけです。そして現実を無視した末に全くありえない妄想話に飛びついてしまったというわけです。韓国においては日本の状況というのはあくまでも隠蔽された数値だからこんなものは信用できない。韓国政府の方がはるかに本当のことを言っているんだということを真顔で言う人たちがいるわけです。情報を客観的に見ることができない人たちというのは残念ながらこのような呪縛から逃れることはできないでしょう。しかし日本における現状というものは全く韓国とは異なって、今は新型コロナの感染状況で言えば
沈静化している状態です。日本におけるこうした状況というものは様々な要因が重なり合ったもので、何か一つの要因だけで成し遂げられているものではありません。もちろん一つ一つの要因の中には影響度が高いものと小さいものがあります。例えば、ワクチンを徹底的にみんなが打ちましたよということは影響度は非常に大きいものですが、じゃあワクチンだけで全てが説明できるかといったわけではありません。この点に関しては日本人研究者が日本の被害が少ない理由としてファクター X が何なのかといったことを研究成果として発表しています。その中においては日本人が持つ免疫の特徴といったものが今回の新型コロナでの被害低減へとつながっているのではないか、そのような学説なども出てきています。しかしそれも決して 100% 説明することはできないほどの状況になっています。ですからみんなが行ってきた様々な要因が複雑に絡み合って現在の状況を作り出していると考える方が私は自然だと思います。例えば、新型コロナの問題があって多くの人が手を洗うようになったねであるとか、現在でもなお飲食店などではアクリル板を使っていますし、またもうやめた方がいいと言われている状況ではありますが、マスクをつけている人たちがたくさんいるといったことなども決して効果がゼロではないと私は思っています。世の中にはこうした一つ一つの要因の影響というものは小さいことを理由としてよくわからないわと理解そのものを拒んで、ものすごく物事を単純化して、これさえやれば大丈夫とか、もしくは全く逆で、これさえやっていれば全てが台無しになるというふうな言い方をする人たちがいます。そのような性質というのは、今回の例で言えば、韓国側がまさにそれで、日本は PCR 検査を絞ることによって感染者数そのものを隠蔽しているんだという分かりやすい偽情報を信じてしまうわけです。もちろん韓国において全ての人がこのフェイクニュースに騙されているわけではないのですが、韓国においては日本が劣っているという話に飛びつく人たちというのがどうしても多くいますから、このようなフェイクニュースに騙される人もそれなりの数いると考えるべきでしょう。しかし現実は韓国にとって非常に困難なものとなっています。この後韓国で起こり得る可能性というのは基本的にはかかりやすい人を中心にしてみんながかかったようなことになった後にようやく感染の山を越えてその後は感染者数が急減すると思います。これはどこの国にも見られるような状態で感染者数が永遠と上がり続けるわけではなく、ある地点まで来るとかかりやすい状態になった人たちというものがあらかたかかった後になれば、さすがの新型コロナもさすがにそれ以上は広がりようがないことになるのです。逆に言えばそのような状況になる前にある程度政府は規制をかけざるを得ないということをムン・ジェイン大統領は気づくべきでしょう。そして彼は一生気づかないままこのまま大統領を引退するのだと私は思っています。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、あと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。